さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊二です。今回はですね、将棋ウォーズ指しました対局の解説編をお届けいたします。序盤早々から結構ね、乱戦模様に進みました。一手一手がね、とっても難しい将棋積んだんで、特にね、序盤中盤を中心に大盤で解説していきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、大盤の方で、解説していきたいと思います。本局私後手番ですのでね、大津の対局とは前後逆になることをご了承ください。ちょっと6八飛車とね、この手だけでしたらね、ちょっとおっと思いますけど、振り飛車宣言の手ですね。で3四歩にこう3八にね、これでちょっとおやおやっていう感じですね。藤井システムの格好なんですけど、角道が開いてないのがね、大きな違いですね。で私は8四歩とついて、でね、ちょっとね、対局の時私が戸惑ったのは、こう角道攻められるのがねやっぱあるので、7六とね突きたいんですけど、7六って突くところで3八銀上がっちゃってるんで、8八角成同銀2八角とね、これね、先手がいきなり困っちゃうんですよね。角をこれ対抗して打つ場所、例えば自陣打っても銀上がられちゃいますし、これ今日ね一回逃げてもなられちゃうんで絶対今日取られちゃうんですよね。ということはおやおやというのはこう2四8四歩とついてね、次8五歩つけるんだけど、それを防ぐために7六歩つくと2八に角打たれちゃうし、どういうことなのかななんて思ってたんですが、ここで堂々と相手の方はね4八玉と上がりまして、で8五歩ね、もう今にも角の頭攻められそうなんですが、これでもね7六つくと8八角成同銀2八角はね相変わらずあります。でね3九玉と。いやこれ驚きましたね。なるほど、こういう指し方もあるのかっていう感じでした。全くね角の頭受けてないんでね、これもう隙だらけに見えるんですけど、でもなるほどの手順でしたね。これもちろん次は7六つけばいいんですよね、先手としては。次7六つけば今度は角交換しても同銀でね、もう王様ここまでいってるんで2八角打たれないんでね、全然大丈夫だよと。もちろん後手も私の方もね、そうですかということで、一回こう王様とも上がれば一局の将棋なんですね。これでどういうことないです。例えば7六歩に3二玉とかやればこれはもういい勝負ですね。よくある私が散々最近よく指して角交換型振り飛車に近い将棋ですね。これでどちらが優勢ということもないです。一局の将棋です。ただこれはね、せっかく皆さん見ていただいてるんだから、これはね行ってみたいですよね。8六ね行ってみたい。で行ったらどうなんだって話なんですかね。8六とまず行ってみました。こうやるとね、収まらなくなるんですよね。将棋は面白い。同歩と取って、この時に1歩あれば終わりなんですけどね、どっかで一歩手に入れるを歩ってもう終わりなんですが、もちろんその歩はないですね。後手は先手を持ってます。同飛車とね。でもどうですかね、これ一見すると後手必勝ですよね。こうね、もう角の頭浮かんないし、これ今頃こう慌てて上がっても今一歩持ってます。こう打てばね、もう後手大楽勝ですよ。もうなんだ、もう簡単。もう相手の人はね、相手はこう角の頭をね、飛車の角先を角で受けるね、角道開けるの忘れちゃったのかなって感じなんですけれども、これがねでも相手の方のね得意戦法なんですね。これ7六歩っていうのはね、どうですかね。振り飛車っていうのはこうカウンターなんですよね。基本的にカウンターを使う作戦、相手が攻めてきたところを叩く戦法なんですけど、この指し方はその最たるものでしょうね。こういかにも隙がありそうで、こう飛び込んできたところにふっとつくんですね。でこうなってみるとね、意外と先手で今ね、ただこうなんていうんですかね、挑発というかこうね、攻めてこさせるためじゃなくて、こうちゃんとしっかり王様囲ってる手が見逃せないですよね。この2手、この3ね、3八銀4八玉3九、この3手が入ってることは非常に大きいです。逆に見てください。後手の方王様居玉ですね。これね、こう王様はねチャンスとばかり言ってるんですけど、後手は居玉、先手の方は、見逃ができてるっていうね、ちゃんとした利点計算し尽くされてるのはね、よくお分かりいただけると思います。とはいえですよ、こう7六歩で飛車成れるんですよ。これね、飛車成れるじゃないかと。で飛車を成るとどうなるか。飛車を成るとですね、角を交換しまして、同銀ですよね。で飛車をバーンってぶつけてるんですね。これもどうなっちゃってるんですかね。成る手もあったと思います。これ大乱戦ですね、これね。で一例を挙げれば、例えば同竜ですとね、同銀でこれどうですかね。これで後手の方は実はこれ初形から動いてるのは銀しかないですね。で先手の方をよく見るとこれ結構指してますよね。王様囲ってて、これ先手と後手駒の損得なしですけれども、先手の方がこうポイントを上げてそうだなってなんとかお分かりいただけますかね。これね、後手の方は王様囲えてなくて、先手囲えてて飛車角両方持ってて、もちろんこれで後手の番ですからすごくいい手があればいいですけど、現状ね飛車角持ってても打ち込む場所ないですよね。
これはねまあいい勝負なんですけど、先手も十分ですよね、王様超えてるんでね。でこれじゃ不満だから、まあ竜と飛車の交換で、まあ例えば避けてもね6七竜って手あるんですけど、まあ、この場合はどうなんですかね、6八金とか上がるんでしょうか、6八銀でしょうかね。まあ、ただこれはありましたね。これは結構有力だったかな。まあ、歩を打つのかな、歩を打つんですかね。歩が正しい手でしょうか。これで、竜取りを防いで、まあ、竜が逃げれば、8一飛車成ね。これは桂が取れる方が大きいですからね。で、7六竜じゃなくて、まあ桂取りを防ぐんだったらこう8八歩と8七歩と打つんですけど、これ皆さん実は同じです。8七6七歩と取って8七8歩成同銀となると、あら不思議ですね。さっき8八竜で取ったのと同じです。飛車角が乗っててね、結局同じ飛車角交換と。でもう一手、もう一候補としては、この時にちょっと強い方ならね思いつく方いると思うんですけど、8六歩とねこうつなぐ手はね手筋なんですね。これで竜を取って、同歩成となればと金ができたよと。まあこれは有力なんですが、この時もどうでしょうか。これで、難しいですね。どっちもあるで飛車をこう打つような感じでしょうかね。8四飛車とかで桂取りで、まあ桂を受ければこのと金を取るような感じですね。これが一つ。あとは、今のはね取ったんですけど、7八金と上がる手も考えられますね。これで8八竜なら同銀と対応すると。まあこのね歩が打たれてますけど、この歩打たれてて良さそうですけど、逆にこれ飛車打たれる傷が結構あるんですよね。この時に歩が受けれないので、この歩の裏側に飛車打たれる手をね後手は防がないといけないと。で7八金に対して7六竜と引けばね、こうちょうど歩がクッションになってて、ね、竜が脱出できて良さそうなんですけど、ここでね9八角とねこれがあるんですよね、この反撃がね。で竜が逃げると4三角成のような手ですね。まあこれ大乱戦ですよね。もちろんこの9八角の時に8七角のような手がまあ今見るとあるかもしれないですね。同金ならこの竜取るようなね。だからまあこれ非常に際どい変化、あるいはこうだからこの時に解説前後するんですけど、7八金かあるいは同飛車で飛車を打つか、まあいろいろあるんですけど、まあ結構際どい変化ですね。で常に何を言っても常に言えるのは、この王様がやっぱ囲えてるのが食いし返しになるんですけど大きいんですね。これが例えばこういう格好でしたらね、全然もう何ていうんですか、互角の感じで先に竜ができてますから、これは全然後手がいいと思うんですけど、やっぱ先に王様をこう好位置まで移動させてる、危険から先手が取られてるっていうのはね、まあ、大きな先手のなんていう主張なんですね。ということでですね、まあ、一見隙だらけに見えた、まあ、先手の角の頭なんですけれども、まあ計算作らされてたね手順により、まあ飛車が成れないと。まあもちろん歩を打っても空振りですからね、角を交換されちゃうんで。なので、まあ、結局これね、まあ実際角を交換したんですけど、そんなにね、まあすいません、王様上がったんですね。結局ここでそんなに後手がねうまくいく手がないんですよね、意外とね。で、実戦は、この時に8二飛車と引いたんですね。すいません、8二飛車と引いたんですね。これはちょっとやっぱりで後手が先手が反発してくるので飛車を下がってね、でこう下がっておいて次にね例えば8六歩のような手を打てたりするといいんですが、まあ、先手もね当然ここで2二角成と交換しまして、同銀に8八飛車とね、まあ楽しい戦法ですよね。これどうですかね、なんか何も受けずにさせてきた相手が来たところをこうバサッとね反撃するっていうのは楽しい作戦。まあもちろん怖いですよ。さっきみたいな変化があるんで喧嘩をちゃんとしてないと怖い作戦です。で8七歩と私が引きました。これは交換しちゃうとねさっき出た変化と同じ感じなので、まあ角飛車を宝座かけたんですが、まあ、8八飛車と寄ってね、これでなかなかねこれ以上攻めが難しいですね。これね8八角と打ちたいんですけどね、これがうまくいけばいいんですが、まあ、同銀同歩成となればまあ結構なもんですかね、飛車が取れるんで。ただ7七角と打たれて意外とですかね、同角成同桂でまた8八角と打つってねあるんですが、まあ、金を上がってちょっとねごめんなさい、角こっちですね、ちょっと無理ですかね。また角を切って同金で、まあ、銀を打つような、まああるんですけどね、こういうのもね。まあこれもあるんですがちょっとね無理っぽいかなという感じ。まあ角こっちですね、すみません失礼しました、角こっちですね。まあこれもあるとこなんですがちょっと無理っぽいかなと。具体的にやりますと、ここで8三歩と反撃しまして、これ飛車逃げると銀を取ってねいいんで同飛車なんですが、6五角と打ちましてね、飛車取りでね、まあ、銀を取っても飛車取られちゃう、まあ、飛車がどっか逃げるんですが、4三角成となっていきまして、まあ金を取れるんですけど、
まあ桂を取ってと。まあこのね全体だったら例えば8八歩成もうちょっと進めましょうか。8八歩成に6五桂どうでしょう。この辺ぐらいになってくるとねここは突破できたんですけどどうですかね。振り飛車が良さそうじゃないですか皆さん。王様やっぱり逃げてるんでまあこれね桂成られちゃいけないけど防ぐとこう銀取られちゃいますからね。でまあ例えば一挙飛車を取れば5三桂成となるとどうですかね。駒の損得的には後手もやれそうですけどこう次4三桂の詰めろでやっぱりこう銀も取れそうですしこれはねまあ玉形の差が大きいですよね。これは先手がいけそうです。まあこれ一例ですけれどもまあ今ねかなりボロボロと取られる変化を踏み込んだとしてもやはり居玉がね咎められちゃうと、ことですね。はい。ということでまあちょっとこれができないということでね9八飛車と逃げてねまあ一回歩を打ってまあ気持ちがいいんですが。逃げられとってねちょっとさすがにこれ以上追求できないということでね、飛車9八飛車に対して4二玉とね囲っていきました。ただねこれで7八金と上がって3二玉に8八歩とねまあちょっと苦労してるようですけどこう歩を打ってね次これやっぱりこう歩を取り返されちゃうと歩がないのでねこの後飛車寄って伸ばされるだけでね困っちゃうんで、まあ、8八歩と打たれるとね先手後手も取るしかないんですが同歩成同飛車となってねまあこれが一つね、まあ、相手の方の、まあ、最初からね序盤からの指し方の狙いの一つですよね。こうやはり飛車交換を迫っていくと。でこう飛車をぶつけられてね、まあ、受けるとしてもこういうところに打ってもね桂馬飛ばれてまた歩狙われちゃうんですよね。とはいえねこことかは悔しいですよね。あまりにも悔しい。飛車がね伸び伸びとしてこれは悔しくて打てない。まあこうって一局ですかね。これでもうすぐ潰されるけどこれあまりにもじゃないですか。だってさっき角の頭ね、攻めようよってやってったのに結果これじゃちょっとあまりにも情けないということでねまあ実際これで飛車を交換しました。まあ8六とこっちに打つ手はね一応あるんですけどこの歩も狙われやすいんですよね。具体的に言うと、7五角と打ったりして歩を取り受けるとこの歩を取ったりしてねだからあんまり突っ張ると反発されるしといっておとなしすぎんのも悔しいしでねちょっと後手としてもだから対局中にね8六もしかしたら危険かもしれませんって言いましたよね私ね。まあ8六ねだからこういう変化になるのでねまるでちゃうねもうこれ丸吉いけるなんて思った時も気をつけてください皆さんね。相手が用意がありますねこういうふうに。はいで、同飛車8八飛車成とね実際取りました。まあとはいえですね勝負はいい勝負です。同銀にね先ほどすぐ飛車なる変化に比べて王様囲えてるの皆さんお分かりいただけますかね。王様飛車を引いて一回我慢したことで王様囲う手が回ってます。なのでこれ7二金疑ってねまあ将棋はいい勝負です。これね将棋はいい勝負もうほぼ互角でしょうね。まあほぼ同じ形でねで後手先手が8四歩と、垂らしましてで8二歩とまあこの垂れ歩はね場合によっては歩を成って同金というね形にすればまあ隙が生まれるよと場合によっては角を、打ち込むような手もあるよっていう手ですね。でまあ8二歩は手堅い手で受けました。で、9六歩1四歩1六歩ときましてまあこれで一回局面落ち着いたんですね。私はこれでまあ銀を上がって3五歩という形でこういうプレッシャーのかけ方もあったところです。実戦は3三桂と飛んでねこれはね4五桂とどっかでねこう中央が薄いのでね4五桂つく歩あと8攻めの含みですね。はいで3三桂に対して、9五歩とまあここにねへこました分こう端に弱点があるよということですね。で、9五歩に対して私は7四歩とまあこれはねすぐはね桂跳ぶと飛車打つ傷があるんですけれども例えば先手が9四歩同歩同香同香まあこれね共存をするんですがすいません失礼しました、共存をするんですがこの時に、飛車を打つとねこれ一つの狙い筋なんですよ桂香両取りね。でこの時に7三桂と飛んで9四飛車成に6五桂どうですかリズム良さそうじゃないですか。こういうイメージですね。これまあ一番後手の理想像ですね。ここを狙って何か受けたらもう一枚さらにピョンと飛んでねカウンターがきっちりね竜が作った間にもう中央に殺到するっていうねこうなればいいなっていう感じなんですがまあね先手の方もねいやでも本当相手の方ね強い方ですよね。まあこれを狙いをねやっぱり看破されましてまあちょっと違った攻め筋ですよね。実戦は9四歩同歩に5六角とねこれ桂跳びを防ぎながら7四角と出て歩で取っちゃうよってことですよね。歩で。ね、でもっと言うと
香車を走らないストレスすればいいけど、桂馬飛んだ時に飛車を打てるわけですね。で香車を走らなければもう桂飛んだけど飛車打てるんだから、桂をこうなんていうんですか、香車を走るの後回しにすればあなた桂飛べないでしょっていうことですよね。で、私はこれで5四飛車とね受けました。これを苦心に受けですね、歩を取って歩を打ってくる手があるので飛車を打ちました。実はこれね私も狙いがありまして、5四飛車と受けただけに見えるんですが、5四飛車に7七銀と荒らして、ここでね飛車をバサッと切るのが私の狙いの一手で、で同歩で5七角と打ちましてね、これで2八玉に、8四角成と、なりましたと。そうですね、これで馬が非常に手厚い格好になってね、飛車を取られたんですけれども、飛車を打つ場所が相手は難しいですし、私の方はね、陣形が非常に厚いということですね。で角を成って6六銀で6二銀、また一局目落ち着いたわけですね。今日走る手がないのでね。で、7七桂に、5一銀、これね、銀が、金引くような手もあったと思うんですけどね、銀を引いて、6八金に5二銀とね、この銀を横に動かせないんでね、2手かけて動かしまして、ここにいるとやはり常にね、すぐは金引きは大丈夫ですけど、飛車を打つ傷があるので、銀をね2手かけてこう連結させて隙をなくしたということですね。で、5八金左と寄りまして2四歩と。どうですかね、形勢的には馬ができて2四歩でねもう一手7一金とかけといた方が良かったかもしれないですね。このまま手堅かったかもしれません。こうやったことで実戦のね攻めを回避できるので、2四歩もねこう玉の懐を広げて味のいい手なんですけれども、実戦ね8九飛車から打ってきましてね、7三馬9四香とね攻めてきまして、同香9一飛車とね打ってね、この時に金が引いてあるとね香取りが防げてたよ、桂取りが防いでるよってことですね。で角を打ち込みまして、この時飛車8六もあったと思うんですけどね、実戦は8八飛車といって、7六角成と、香取りを防ぎながらね角を成りまして、8一飛車成に9七香成と、迫りましてね、で8五飛車と、同馬なら同桂で、この金がちょっと負担になってるんですよね。だから金引いといた方が良かったかなと。この竜と金の格好はねちょっと不自由なんでね。で8五飛車に対して、8七成桂で6五桂ですね。これは振り飛車ならではの手で飛車が取れるんですけど馬を取ってよしですね。で馬を、6二馬と、逃げたんですが9五飛車ね、これ面白い手でしたね。これすごい手でしたね、これね9五飛車ね。これね歩を打っちゃうと、歩を打つ手もあったと思いますが、金を引いてね一応こう竜取りになるような狙いだったんですが、9五飛車がね面白い手でしたね。7三もあったと思うんですけどね。これで同馬と取りまして7七二竜と、こういう非常にね激しい将棋に進みまして、これで王様上がってね、上がったんですけど、これ王様が上がる手もありましたがね、すぐ香とかで攻め合う手もあったと思います。本譜は王様上がりまして2一金と、この9一いい手でしたね。で3三7七成香と、ここはねでも振り飛車側の一番の、チャンスというかね、ここで実際同銀だったんですけど、多分先桂だった方がね良かったかなと思いますね。同銀ですと2二竜で寄せですし、私はこれでね歩を打って受けるつもりだったんですけどね、これで結構歩の形が硬くて、そんな簡単ではないんですけど、こうやっておいてから取った方がねこの方が良かったと思います。これも難しい勝負ですけどね、簡単ではないんですけれども、やはり美濃囲い硬いですからね、振り飛車ペースだったかなと思います。実戦はここでね同銀と取ったので、この荷物の桂馬をね銀じゃなくてこっちを取る手があっちゃったんですね。で5三桂成がなくなったんで、これでちょっとねまた振り飛車居飛車ペースになりましたね。で、銀上がったんですが馬と引いてね、これはね、ちょっと形勢はバラバラ難しいですけども、居飛車がね少ししのいだ格好ですよね。金と角の交換で少し駒得でね、この金がいるんでね実戦的には先手も十分戦えるんですけど、これで一時ね、この後も非常に難しい勝負になったんですけれども、これで私のペースにね一応なって、この局面自体は私のペースですね。でこれでね、この後もね熱戦が続いてるんですが、最後の局面を皆さんにご覧いただきたいと思います。
はい、そうですね。これいろいろありまして、あと、もういろいろなことがありまして、まあこういうね、まあもう大詰めでございます。大詰めでございます。はい。で、まあこれ局面も、最後、もう本当にね、時間が私どもないということでね、まあ局面自体大差です。今ね、同金とね、取ったとこなんですけれども、まあ私ね、まあこれね、時間がもうかなりなかったですけど、まあ実際はね、4七銀打ちと、まあ金を狙いましてね、まあいろんな手があるところなんですけど、王様のやっぱり守りの駒を狙うというね、寄せの手ですね。でまあ先手の方はね、香車しかありませんから、まあ、やむを得ないですね。4七銀打ちに、2六とね、まあ他の手もないですね。迫ってはいますけど、角があればね、確実にですけど、角がないんでね。で、香車を取りまして、3八銀成と、まあ剥がしましてね。で、同玉と取って、で、2六桂と、まあ、飛びましてね。で、2七玉と。そうですね、こう上がったところで、残念ながら、時間がね、切れてしまったんですけれども、まあ、決着的にはね、これついたんですがね、まあもちろんこれね、私が時間があれば3八銀と打ってね、打ちまして、まあ王様どこに逃げても、まあ1七か2八しかないんですが、頭金打てば、詰みということでね、まあ3手詰めのところでした。まあ局面的には、私の勝ちなわけなんですけれども、時間がねここで、切れたということでね、ちょっと最後まあ時間がなかったのでバタバタさせてしまったんですが、まあ局面的にはねこの局面で時間切れで先手のね私の投了となったんですけれども、局面はまあ銀を打って詰みだったよという将棋でしたね。まあ今までね特に序中盤の部分がこの将棋は非常に面白かったと思うので、まあ終盤はね、まあ非常にまあこのちょっとね途中飛ばしたんですけれども、中盤もすごい力のねこもったところがあったんですが、序中盤のね指し方をぜひ皆さんね参考になればと思っております。はい、いかがだったでしょうか。まあ面白い将棋でしたね。まあ確かに指されてみればなるほどなと。ただ手順がいかにもねなんかこうチャンスがありそうに見えるじゃないですか。序盤ねいかにも角の頭攻めれそう、攻めてった時のこうキリッとねピタッとこう切り返しができるとね、将棋やっぱ楽しいですよね。まあ、相手の方のね多分研究手順だと思うんですけれども、将棋は基礎ができてないとああいう指し方できません。やっぱり基本があっての上でのまあああいう工夫なので、見よう見まねでねなんとなくでやってしまうと本当にね誘いの隙が本当の隙になってしまったっていうことは将棋ではあるのでね、まあ、その辺のところはぜひ気をつけていただきたいと。ただやっぱりこういう指し方があるっていうのもね将棋の楽しいところなので、ぜひね皆さんもこう工夫して使ってみては面白いんではないかなと思います。この動画が良かったなという方はグッドボタンをぜひ押してください。チャンネル登録の方もぜひぜひお待ちしております。それではまた。さよなら。